巻貝をですね、なんとか建築にできないかと。春日さんのパビリオンでの特徴としましては、やはり移築っていうところが非常に大きなところです。アンモナイトももう5000パーツぐらいでトラスが構成されております。元は、建築が比較的身近にあったですね。父親の仕事の関係も建築であったりですね、小さな頃から建築が周りに、近いところにありました。そういったこともあって建築っていうのは魅力的な仕事だなっていうところで、実は中学生ぐらいにですね、もう建築家になりたいなと思いがありましたから、そこから建築の勉強をずっと続けまして、大学も建築学科で、就職も設計事務所、アトリエの設計事務所に就職をいたしまして、10年ほど働いた後に独立をしたというような流れになりますので、建築ばかりなんですが、少し他の事務所とアプローチが違うとすれば、建築がですね、器的なものとして捉えるよりも、小さなプロダクトの集積で空間ができて、建築ができて、街ができてっていうようなことで、プロダクトデザインですねにも力を入れてやっておりますので、建築一方ではプロダクトというような形でさまざまなものをデザインするということを続けています。建築学科でですね、まず教科書を開きますと、三大建築家なんていうのでコルビュジエとミースとフランク・ロイド・ライトみたいなのが紹介されてるんですけど、僕はその中でもフランク・ロイド・ライトの建築が好きです。じゃあ他とどう違うかというと、もう空間全体をフランク・ロイド・ライトがもう完全にコントロールしてるっていうところに、学生の頃非常に魅力を感じまして、椅子から照明からお皿から、この辺でいうと帝国ホテルがフランク・ロイド・ライトの設計でしたが、当時の資料を見ますとですね、もうありとあらゆるものももうプロダクト含めフランク・ロイド・ライトがデザインをしておりまして、まさにプロダクトの集積として建築が出来上がっているというところに憧れがあってる。で、建築のその教育的なその一番元にですね、ドイツにバウハウスありますけど、バウハウスの創始者であるグロピウスさんは、建築は総合芸術だと言ってるんで、総合芸術ってところには当然プロダクトも入ってくるし、そこに関わるデザイン全体を見れるのが建築家だと思ったので、そういうつもりで勉強を始めましたら、案外今の日本の建築業界ではやはり器を作るのが専門ですよってなスタンスでやってる会社が多いので、うちはちょっとじゃあ違うところから攻めようというのもあって、プロダクトにも力を入れてという流れですね。田村代表が一番最初にお考えだったのは、巻貝をですね、なんとか建築にできないかということでした。その巻貝を建築にしたいっていう思いのその理由をお聞きしますと、今回大阪万博のその命っていうテーマに、どうやってやったら建築を寄せられるかということで、そういうその古来から形変えてない生き物ってそんなに多くないので、誰しも巻貝って言ったら同じ形が大体思いつくっていうところで、それを命の象徴って言ってもいいんじゃないか。アンモナイトの場合は実は4億5千年ぐらい前にその原型となるものが見つかってるんですね、地層から。でそこから実は数億年したらアンモナイトって言われるものはいなくなってるんですけど、オウムガイなんていうのがアンモナイトの派生として今なお生きておりますから、それが同じような流れであるとすれば、やはりそれはやっぱり命の象徴であっていいと思うんですね。でなんでアンモナイトがこれだけ世界中に出てくるかというと、この地球上のありとあらゆるところにアンモナイトが生きれたっていうその生命力なんですよ。アンモナイトってその年代ごとに形が若干違うので、このアンモナイトが出てきたらこれは2億7千年前の地層だなとか、アンモナイトによってその地層の古さが証明されるなんていうぐらい、もうどこでも取れてたらしいですね。日本も北海道でも淡路島でも取れるということですけど、それぐらい地球上のあらゆるところで生きていけたっていう意味でも命の象徴だと思うので、僕は代表がおっしゃるのと同じですけども、やっぱり命ですね。
一番最初は実はそのもう具体的にお渡しいただいた回がありましたので、それをもう 3D スキャナーで読み取ったりですね、いろんなことをしてそれをデータ化しまして、で構造的なことを考えていくと、案外その生物の構造っていうのはやっぱり合理的にできておりますから、いやこれを建築するのは難しいですねっていうのは当初の思いではあったんですが、実際やってみるとですね、案外その構造的には理にかなっていたり、空間としても非常に面白い空間になったりですね、一番最初のアイデアがもうすでに完成してたというところで、我々素直にそこに乗っかっただけで、あまりなんですかね、突飛なことをしようとかそういうことは思わずに、ひたすら建築に解を寄せていくっていうような、そういった思いでやっておりますので、あまりそう特別なことっていうのはやってないかもしれないですね。今回も万博ですから建築が非常に花形的に注目されておりますので、いろんな建築がある中でパスナさんのパビリオンでの特徴としましては、やはり移築っていうところが非常に大きなところです。今の環境的なことを考えると、何が一番インパクトが大きいかっていうと、長く大事に使うだと思うんですよ。半年間で壊すっていう建物にどれだけエコだって言ってもやっぱり限界があると思うので、やはりもう万博のために作ったその建物を10年でも20年でも長く使うっていうのが僕は一番エコだと思いますから、移築をしたいっていうことはこれは一番最初から南部代表がお考えでしたので、それを実現するためにですね、一個一個のパーツを細分化しまして、いわゆるトラス構造、一つ一つのパーツが、ある程度ですね、軽量で持ち運びができて、なんでしたら人が2人ぐらいで頑張れば持てるような、そんなパーツがほとんどでございまして、アンモナイトももう5000パーツぐらいでトラスが構成されておりますが、移築のことを考えますとそうならざるを得ないというかですね、もう巨大な鉄骨の柱張りでやってますよっていうと、これどうやって運べますかってことになりますので、そこら辺は事前にやはりトラックで運べるサイズ、人が持てるサイズというところで全体の設計をしたというのが、移築につながっていると思います。表面も膜構造ですから、重たい鉄板だとか重たい素材ではなくて、くるくるっと丸めて、持ってこれるような材料でできておりますので、そういった移築のことを考えて、全体がデザインされたものだというところをぜひ見てですね、感じていただきたいですね。移築をするための形状の特徴とすれば、ボールジョイントって言いまして、間に丸い形のものがポン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 と写真見ていただくと浮いて見えると思うんですけど、ボールジョイントに鉄の棒を刺していくっていう構造に今してるんですけど、それが今回のその移築っていうことに対する回答として出てきた、独特の形ですね。もうテントで覆われて見える部分は最後の出口の一瞬足元だけなんで、今申し上げましたボールジョイントっていうのは実はテントの中には無数に何百個とあるんですけど、見れるのは最後の、6つぐらいかもしれないぜひそこちょっと見ていただけるとですね。まず膜構造、先ほど申し上げましたように軽く次に持っていけるような構造でいくとなった時の、やはり何度もメリットとデメリットがありますが、メリットとしては軽量で、エコですよというようなことを言えますが、デメリットとしてはやはりそこの中のその熱の負荷がですね、どうしても温室のような形になっていきますので、熱が上がりやすいというデメリットがあります。それをじゃあ空調をしっかりかけて管理しましょうっていうんでは、これはあまりエコと言えませんので、できるだけ自然の力を使って中を冷まそうというと、やはり水をまくと、冷たい水をまいてあげるということで、テント自身が冷えていき、中の空間も心地よくなっているということで、表面に水をまきましょうということで、上にですね、稜線、そのアンモナイトの建物の稜線に水が出るホースを巻いてあります。そこから水をまくことによって、海からですね、風が来ますので、お客様が出入りされる待機列ができるようなところにちょうど風が水を運んでくれると思うんですね。それが地面に落ちると、今度は地面の、使ってる素材もホタテ貝を崩した時に出てくる粉を混ぜた、材料を使っております。
なぜホタテ貝かっていうと、建物自身が貝だからそこの親和性もっていうのを期待はしているものの、やはり自然のものっていうのは顕微鏡で見るとホタテ貝の粉って気泡がいっぱいあるんですね。その中に水を含ませて気化するときに周りの熱を吸って、気化熱で周りの熱を少しクールダウンしてくれると。昔日本では打ち水水をお店の前にまくと夏は涼しい風が入ってくるっていうのがありましたが、それの現代版を上からホースで水をまいてあげることによって、地面に落ちた水が周りの環境を少し、抑えてくれて、そこを行き来する入り口を行き来する方々に少しでも涼しい風を届けるっていうのを、自然の気化熱っていうもので、少しでも改善したいということでやっております。希望も含めて言えばですね、やはり未来であってほしくてですね、我々が知らない未来を見せる場所として万博があるんだろうと思っておりますので、未来ということですね。今本当に我々もラッキーだなと思うぐらい時代の転換期にいると思うんですね。もう我々も想像できないような未来がおそらくもう15年20年もするとあると思うので、どのような未来かというともう予測できないぐらいに多分変わると思うんですよ。まさにその AI だとかロボットだとか、まさに馬から車に変わったモータリゼーションみたいな時代と今がもしかしたらすごく似てるぐらいですから、もうワクワクでしかないですね。そういう万博であってほしいですね。はい。